こんにちは、ミッキーです。今回はここは絶対行きたい富山カフェ7選として動画を作っていました。こちらの映像は半年以上前に富山を訪れた時の映像になるんですけれども、10月には富山市の PayPay キャンペーンが実施されたりとか、徐々にこの動画を今作成している9月頃から感染傾向が収まってきましたので、この動画が公開される10月頃には県外の移動もできるようになってるかなという希望的観測を込めて作ってみました。この富山のカフェはとても素敵なカフェばかりで、東京都内では味わうことができないような落ち着いた空間とか広々としたスペースとか、そしてなんといっても絶品料理やこだわりのコーヒーいただくことができますので、ぜひ今後富山を訪れることがありましたら参考にしていただきたいと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのはこちらのアルパカコーヒーロースタリーさんでございます。アルパカコーヒーさんは富山県に店を構えている本格派コーヒー焙煎店でございまして、こちらのアルパカコーヒーロースタリーさんは焙煎所とマーケットを併設している、そんな空間になっています。2階にはカフェ空間もありますので、私もこの時は2階で伺って、カフェメニューとあとはちょっとした焼き菓子をいただきました。他にも直売店とかもやってますので、そちらの方でも豆を購入したりとか、あとはスタンド形式でコーヒーをいただくこともできるのが特徴的かなと思っています。なんといってもこのアルパカのイラストだったりとか、店内に売られている様々なおしゃれグッズ、アパレルアイテムやアクセサリーやインテリアとか、そういった小物系を楽しめるのも一つの魅力になっています。こんな感じでアルパカの置物が置かれていたりとか、あとはアイスコーヒーのものとかコーヒーベースみたいなものも売られていたかなと思っています。他にもドリップバッグだったりコーヒー豆の自家焙煎されたコーヒー豆の販売も行われていますので、コーヒー好きな方もとてもおすすめできるようなお店になっているかなと思っています。こちらのアルパカコーヒーロースタリーさんはまさに名前の通り焙煎所にもなっていますので、出来たてほやほやの自家焙煎のコーヒー豆をいただけるというところも魅力かなと思っています。私自身もこちらでは豆を2種類ほど購入させていただいて、東京に帰ってからも自宅で飲むようなことをしていました。そしてこんな感じでたくさんアクセサリー類が売られていたりとか、インテリア雑貨系も置かれていますので、この一つ一つのアイテムを見るだけでも楽しめる空間かなと思っています。こんな感じで2階に上がっていただくとファッション系の小物とかもたくさん揃えていただいています。こちらのアルパカコーヒーさんのコンセプトは、美味しいコーヒーのある暮らしで毎日を豊かにというところが思いに込められていまして、店の名前の由来でもある癒しのシンボルであるアルパカはそういった親しみと癒しを与えてくれるお店のイメージにとてもぴったりかなと思っています。こんな感じでカフェスペースではおしゃれな椅子とか机とか、あとは植物とか、他にはライトとかもとても素敵だなといった空間になっています。席も結構多いのと、あとはしっかりパーテーションもされていて、じっくりとですねゆったりとした時間を過ごせるかなと思っています。そしてこちらはこの日にいただいたチョイスコーヒーエチオピアとほうじ茶ラテ、あとはオランジとシャリマティマフィンというものでございます。チョイスコーヒーというのはその日に用意されている豆の中からお客様のお好みに応じて頼んでいただけるような、そんなコーヒーになっています。このほうじ茶ラテの見た目もとても素敵ですよね。このお店では常時シングルオリジンを含めて8種類用意されてますので、お好みに応じて頼んでいただくといいかなと思っています。続いてご紹介しますのはコーヒー駅ブルートレインさんというところでございます。こちらは今回伺った富山カフェの中でも随一と言えるだけの歴史を持っていて、さらに落ち着いた空間、喫茶空間を味わえる、そんなところになっています。そして店内に入っていただくと、まさにこのコーヒー駅ブルートレインとそういった鉄道を散りばめている店名にそぐったようなこんな空間があふれていますね。もうとても素敵です。創業41年だということなんですけども、この店内空間も綺麗に丁寧にメンテナンスされていて、お店自体も41年経ったとは思えないぐらいの綺麗さを誇っているという形でございます。でこちらはちょっと見えるかもしれないんですけども、鉄道模型が店内を走っているレトロな空間になっていまして、こういった空間は東京とかでも全然味わうことができないかなと思っています。こういった形で席に座っていただいて、席の右手にこういった鉄道の模型が流れてくるという感じです。
こんな感じで鉄道が流れるんですけど、時間ごとに切り替わるので、その辺も楽しんでいただけるかなと思っています。でこれだけ目立つような空間ですし、こだわりがあっておしゃれで綺麗な空間ですので、たくさんのメディアにも取り上げられているというところでございます。でやっぱりこのブルートレインさんは鉄道マニアの間ではとても有名だということで、私も含めて県外からわざわざ来る方もとても多いかなというふうに言っていました。でもちろんこの鉄道自体もそうなんですけれども、コーヒーもとてもこだわりがありまして、8時間かけて水で抽出するウォータードリップ方式のコーヒーを提供していただけるということです。でこんな感じで鉄道の中をイメージしたような空間がお店にもそのままなっていまして、お店の内装自体は全体として蒸気機関車の車両をモチーフとしているということです。この車両自体だけじゃなくてですね、こんな感じで紹介されているマスコミさんの情報とか、あとはこういった席自体も全部鉄道をイメージしているので、本当にいろいろな細部のこだわりが素敵な空間になっています。でこんな感じで時間ごとに SL に変わったりもするんですけども、この多分車両の速度もその鉄道に合った速度で走ってくるので、多分鉄道好きな方はその細部のこだわりがとても楽しめるような場所になっているかなと思っています。そしてこんな感じでトンネルを入った蒸気機関車がこのトンネルから出てくる、そんな様子まで伺うことができます。でこれですね、こちらはメニュー表になってるんですけども、メニュー表自体もこのこだわりの鉄道の中にあるようなメニュー表、切符っぽい感じというかレトロな空間になっていますね。おそらく時刻表のイメージをされているのかなと思うんですけども、時刻表の上にメニューが書かれていると。そして外国人観光客向けの英語のメニューも提供されているので、本当にこだわりだけじゃなくて細部のお客さんへのもてなしが素敵な空間になっています。そしてこちらはこの日にいただいた SL ブレンドと3色トーストでございます。この SL ブレンドというのは炭火焼きブレンドになっていまして、すっきりと飲みやすく苦味もほとんど感じない、そんなコーヒーになっていました。喫茶店のコーヒーは結構深入りで苦味が強いという方もいるかもしれませんが、こちらは本当にすっきり飲むことができていいコーヒーだったかなと思っています。トーストもボリュームたっぷりなので、ぜひモーニングにいただいてください。続いては D& デパートメント富山さんをご紹介していきます。以前に轟渓谷と東急大井町線の特集の時に D 食べる研究所という形でご紹介させていただいた D& デパートメントさんなんですけれども、こちらは富山にあります D& デパートメントの4店舗目の直営店としてできたカフェをご紹介しています。こんな感じで店内とても広々としていて、このふかふかなソファーもとても素敵でした。でこちらのお店はこの広々とした空間とおしゃれなインテリアに加えて、こういった壁に描かれたアートもとても素敵な空間になっていました。で D& デパートメントさんご存知ない方もいるかと思いますので、軽く説明させていただきますと、2000年にデザイナーの長尾源明さんによって創設された D& デパートメントプロジェクトのテーマロングライフデザインに基づいて出来上がったストアだということで、こちらの D& デパートメント富山さんでは富山らしいデザインを表現したといった、そんな空間になっています。でデザインもそうなんですけども、インテリアとか小物とか、あとは旬の素材を使った地産地消の料理や地酒も販売されていたり、もちろんカフェで味わうこともできる空間になっています。他にも伝統工芸から生まれた生活用品とかも見ることができますので、ぜひお土産を考える際にも立ち寄っていただきたいような、そんな場所になっています。そしてこの日はブレンドコーヒーをテイクアウトでいただきまして、富山の街をブラブラと散歩させていただきました。続いてご紹介しますのはジャーマンベーカリーさんでございます。こちらのジャーマンベーカリーさんは石川の金沢発祥のパン屋さんとして創業されたお店でございまして、現在は山崎製パンの直営販売店として出来たてのパンをご提供いただいている、そんなベーカリーカフェになっています。なんといっても朝7時半から営業していますので、こちらでモーニングのメニューを頼んでいただいて富山での朝を始めていただくこともできるかなと思っています。私自身はこういった旅の時にはモーニングを一緒に頼まずに、この土地ならではの食事を楽しむようにしていますので、こういったモーニングの場所を探して旅の時には訪れて朝をいただいてから旅行を始めるといったことをしています。でこちらの店ではパン以外にも不二家のケーキも提供されていたりとか、あとなんといってもこの日に伺った富山市ガラス美術館からも近いという好立地にありますので、その美術館に立ち寄る前の一息として使うにもとても良さそうです。そしてこの日にいただいたのはプチ贅沢な食パンセットというふうに銘を打っていただいていまして、こちらのぶどうパンと普通のパンも選ぶことができますので、お好みに応じて頼んでいただくといいかなと思ってます。こんな感じでふわふわな食パンがとても特徴的になっていまして、
でコーヒー自体も結構美味しくてですね、まさにジャーマンベーカリーという名前の通りジャーマンブレンドをいただきまして、ダークローストなコクの深い香りが特徴的なブラジルコーヒーのような印象になっていました。続きまして今映していますのは富岩運河環水公園というところでございます。こちらは富山駅の北側にある区間になっているんですけれども、富山都市未来計画のシンボルゾーンとして水辺空間の豊かさを大切にしながら整備される面積 9.8 ヘクタールの浸水文化公園だということでございます。こちらではご覧の通り富山の自然と富岩運河の歴史を生かした空間が再現されているということで、地域の文化や未来を見つめ創造するオアシスとなっているような、そんな空間になっています。ちょっと天気がこの日は良くなかったのでそこだけが残念な部分であるんですけども、この景色天気が悪くてもこれなので、もし天気が良ければさらに絶景を眺めることができるかなと思います。そんなシンボルとなっている富岩運河環水公園にありますのが、こちらのスターバックスコーヒー富山環水公園店でございます。こちらのスターバックスコーヒーは2008年のベストストアデザインアワードにて世界一美しいスタバの称号を得た店舗になっています。このベストストアデザインアワード自体が不定期開催になってますので、その称号を得ている店舗は世界でも数少ないということなので、ぜひですね国内のスターバックスの中でも代表するこちらのスターバックスコーヒー訪れてほしいなと思っています。そんなコンセプトストアの中でも最上級といえるこちらのスターバックスコーヒーでは、先ほど映していましたガラス張りの店舗と、なんといってもこの向かいの運河を眺められるテラス席が極上だということでございます。店内でもこんな感じで楽しむことができるんですけども、ぜひ天気のいい日には外のテラス席もしくはテイクアウトして公園を散歩しながら味わっていただくのがとてもいいかなと思っています。でこちらの富山環水公園自体が春は桜、夏は緑と花火大会、秋には紅葉、冬には雪景色と四季折々の景色を楽しむことができますので、そういったところも公園とスターバックスの魅力になっているかなと思っています。あとは朝昼晩でも全く違った雰囲気を楽しめるのも魅力の一つになってますので、季節とあとは時間帯に合わせていろんな楽しみ方ができるところが特徴的かなと思ってます。続いてご紹介しますのはこちらの和風カフェ次元さんでございます。こちらは高岡の駅から歩いて向かった先にあるカフェなんですけども、高岡の大仏を眺めに行った時にも立ち寄れるようなそんなカフェになっています。この和の雰囲気が漂う極上な空間になっていまして、この店内の掛け軸とかあとは内装もとても素敵なので、そのあたりも一緒に楽しんでいただくといいかなと思っています。こちらのお店では京都の神林参入本店から取り寄せた上質な抹茶を使ったフードやドリンクがとても特徴的で魅力になっていまして、この店内空間隠れ家的な様子が伺えると思うんですけども、この店内では京都を中心に活躍されている木村秀樹氏が描いた次元さんを表現したような作品が数多くお出迎えしてくれているということでございます。でメニューのお話をしますと、看板メニューである抹茶パフェに加えて2種類の絵柄から選べる抹茶ラテがとても魅力的になってますので、後で写している抹茶ラテも参考にしていただければと思ってます。こちらは木村秀樹さんが描いたような作品になってますね。このカフェは結構コーヒー店でたくさんあるかなと思うんですけども、こういった和風カフェで抹茶の雰囲気とあとは日本らしさというものを感じられる空間というのもとても素敵な部分かなと思ってます。でこの日はいただかなかったんですが、こちらのお店ではパフェがとても有名なので、ぜひですねお腹に余裕がありましたらパフェを頼んでいただいて、見た目にも味にも美味しいようなそんな空間を味わっていただければと思ってます。そしてこの日は抹茶ぜんざいも合わせていただいたんですけども、後で抹茶ラテを移しますね。こだわりの抹茶を使ったこのぜんざいがしっかりとですね、この餅と抹茶が絡み合ってとても美味しい味わいになってました。結構甘くはないので、甘みが苦手だなという方にもおすすめできるようなそんなメニューになっていました。そして先ほどからご紹介していますのがこちらの抹茶ラテになっていまして、絵柄はこの左側は高岡のお花である片かごになっていますね。この赤いカップと抹茶とクリーミーな泡が特徴的になっています。で右側は越中国主として高岡で過ごした万葉歌人である大友のやかもちだということですね。大友のやかもち、この歴史の教科書以来久しぶりに聞いたなという印象なんですけども、結構ですねやっぱり調べていかないとわからない部分もあると思いますので、ぜひこの動画参考にしていただきたいと思ってます。そして最後にご紹介しますのはこちらのクレヨンさんでございます。こちらは日本を代表する建築家の隈研吾氏による空間デザインが何といっても魅力になっていまして、
その他にも富山県産の食材を贅沢に使用した料理がこの雲健吾さんの空間デザインに引けを取らないような、そんな上質なものになってますので、ぜひですね空間デザインと合わせてこだわりの食材を使った贅沢な食事を味わっていただきたいなと思っています。こちらのパンもとても有名だということなので、ぜひですねテイクアウトしていただくのもいいかなと思っています。こちらは富山市呉羽の富山市舞台芸術パーク内にあるおしゃれ空間になっていまして、この地域にお住まいの方々が交流する空間の中にひっそりと佇むようなおしゃれカフェになっているといった空間でございます。隈研吾さんの建築物を特集した映像も過去にご紹介してますので、もし興味がありましたらそちらの方も参考にしていただきたいなと思っています。こちらのお店では東京に在住のフードコーディネーターである松井香織さん監修のメニューも注目になっていまして、中でもフランスのストーブ鍋を使った料理構成がメニューになっているところが特徴的になっているかなと思っています。何よりこの木組みの空間自体もとても温かみがあって、やっぱり木の内装とか木の建築物はそういった温かみの部分、落ち着きがあるような空間というところが特徴的かなと思っています。そしてこちらはこの日にいただいた煮込みハンバーグランチのセットにいただけますサラダとスープと、あとはセットいただいた紅茶でございます。でこちらの空間はクレヨンという店名の通り、こういった食事だけではなくて音楽や芸術にこだわった空間演出もとても魅力的になっていまして、時間によってはミニコンサートも実施いただけるというところなので、そのあたりも楽しんでいただくといいかなと思ってます。そしてこちらがご飯と煮込みハンバーグになっています。こちらがストーブ鍋だということですね。もう本当にこのハンバーグも美味しかったですし、この出来たての空間、上質な空間の中でいただく料理というのはやっぱり一味違ったような贅沢感を味わえるかなと思ってます。なかなか日常の中ではこういったストーブ鍋を使ったハンバーグもいただくことができないと思いますので、ぜひこの機会に試していただきたいなと思っています。以上、今回は富山からおすすめカフェを7選ご紹介させていただきました。普段東京を中心にカフェ巡りをしているんですけれども、合間を見つけつつ訪れるような他県のカフェもとても魅力的だなと思ってます。皆さんも今後だんだんと旅行に行く機会も増えてくるかと思いますので、ぜひそんな時に今回ご紹介したような富山カフェを中心にいろいろと参考にしていただいて、旅を充実させていただければなと思っています。旅行となると本当に歩いたりとか移動だったりというところで結構一息つく暇がないこともあるかと思うんですけども、そんな時にふと一息つけるところがカフェだと思いますので、ぜひですね自分にお好みのカフェを探していただいて、事前に準備をしっかりして旅行に行っていただけるといいかなと思っています。他にも気になったところとかおすすめのカフェとかありましたらコメント欄の方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。